料理人さんにおいては、とにかく、いつも使う、必ず出るメニューに使う食材を使ってほしい。うん。そのね、例えば、セロリがいいですよって言った時に、いや、うちセロリ使わないんだけどって、そのためだけにじゃあ使い切るのかっていうと、ね、そんなことはないと思いますし、やっぱり一番大事なのが、その、お客様に提供する料理に使われる食材を常に切って食べるっていうのを繰り返すことによって、やっぱりイレギュラーを感じていただくっていう、そこに持っていけるっていうのはすごく大事でね、やっぱり、あれいつもよりも切れ味悪いなと思ったら研ぎが甘かったのかなっていう反省もできるでしょうし、あれいつもと同じように切れるのに食べたら味がちょっとしないなとか、そっちに違和感を感じたら食材の問題にいち早く気づけるかもしれないし、ね、それがまた鮮度問題で、やっぱりね、どうしてもその仕入れてすぐに全部使い切れない場合もある中で、やっぱりギリギリね、これは美味しく食べていただけるギリギリのラインだっていうのを見極めるときにも、やっぱりそういう形で切りだめしでちょっとチェックしていただけるといいのかなとは思いますね。そういう意味で、やっぱり料理人さんはいつも使う食材。ただ一般家庭においてその切れ味をちょっとね見るって言った時に何切るのって言われたら、僕は結構多いのが人参。なぜかっていうと、側面抵抗がものすごくやっぱり包丁って実は大事で、刃先の切れ味はもちろん大事なんですけど、これ紙を切る落とし穴がまさにここで、先だけ綺麗にすごい鋭利になってたら紙なんて簡単に切れちゃうね。ただ実際食材切った時に同じようになんか素晴らしく切れるかって言ったら全くそうじゃないっていうケースがもう多々あって、それはやっぱりその刃先以外の食材に触れてる側面の問題があるんだよね。で、そこで柔らかい食材を選んでしまうと、実は食材が逃げてくれるんで、側面抵抗っていうのはあまり感じずに切れちゃうことが多い。そうすると実際その刃先の鋭利さだけを見るんだったらトマトはいいんだけども、側面抵抗を見るんであれば硬い食材の方がやっぱりすごく向いていて、そう考えると人参がとりあえず一番最初にやっぱり選ぶかなと思いますね。